最初にネタばらしをすると、これバッテリーはないんですよ。この手軽さで PCVR ができるっていうのが唯一無二というか、こう寝転んで使えるっていうのがやっぱり気軽に。どうもミスター VR です。シャープさんが 198g の VR グラスを発表しました。それがクロステラ VR1 です。白調整でマイナス 9D まで対応していて、メガネなしでも使え、後頭部が開いているので寝転がっても使えます。前から外せるので着脱も簡単です。この軽さをどうやって実現したのか、今回開発者の小山さんに直接聞いてきました。 VR 睡眠への対応やある意外な設計思想についても話が聞けたので、購入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。本日はお忙しい中ありがとうございます。こちらこそお越しいただきありがとうございます。以前メタバース展示会でしたっけ、あそこで体験したシャープ VR とかエクステラクロステラです。クロステラさんの体験をさせていただけるということで、はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めましてシャープで VR の商品企画をやっている小山です。シャープさんは VR チャットに公式ワールドも用意しているそうです。シャープ公式のクロステラ VR ワールドを一足先にご体験いただきたいなと思っております。これからシャープ VR メタバースどんどん取り組んでいくぞというところでですね、シャープ公式の VR の空間を今作成しておりまして、VR チャット上で、そうです。 VR チャットの中に作成しております。なるほど。こちらが軽量の、前回見ていただいた VR デバイスになっております。これをまずは気軽に楽しむメガネモードで体験いただければなと思います。まず左手方向にですね、巨大なクロステラ VR1 のモニュメントを配置しておりまして、大きいものは嬉しいですね。この手軽さで PCVR ができるっていうのがやっぱり唯一無二というか、そうですね、VR チャットのPCVR 専用のワールドに入っていけるっていうのはかなり手軽にできるなっていうのはなんか感じますね。ありがとうございます。確かなんかそうなんですよ。指をこのコントローラーですね、小指薬指のところにもセンサー搭載しておりまして、小指だけ曲げる、薬指だけ曲げるっていったことが可能になっております。これは新しいですよね。そうすることで、VR チャッターさんを指先一本まで表現したい方々とかもいらっしゃると思っておりますので、こういったところができるといいなと思ってます。一度では外していただいて。私が楽ですね。やっぱりありがとうございます。前から取れるっていうのが新鮮な。VR の中でダンスしたりとか、激しく遊ぶ方もいらっしゃると思います。そうなった場合は、こういった付属品のバンドも、付属予定ですので、これをつけるとかなり固定感も良くて、暴れても問題がないと弊社では考えております。これも最初から付属する形です。もちろんです。では次にですね、せっかくミスターさんに来ていただいたということで、ちょっと動画を見ていただいて、大事ですよね。ちょっとこれ以上は言えないんですけど、大事かなと思います。髪の毛があんまり崩れないのが結構嬉しいかもしれないです。ありがとうございます。これで寝転んで使えるっていうのがやっぱり気軽にできるからいいですよね。ありがとうございます。解像度感もバッチリですし、なんて言うんでしょうね。やっぱり手軽さが大事かなっていうところではありますよね。やっぱり解像感はそうですね。ずっとテレビとかスマホで出していただいてたところもあって、こだわりたいなと。電源はここで。そうですね。電源はここから、一応この出口の部分はケーブル1本で、これ裏側はディスプレイポートと電源と処理を引っ張ってきてるんで、三つ股に分かれているんですけども、こちらの口はタイプ C 1本、もちろんこちらのケーブルとコントローラー、あと先ほどのアタッチメント合わせてセットでお届けしたいなと考えております。いろいろ開発秘話的なところも。もちろんです。今日はもうお伺いしたいなと思うんです。何でも答えさせていただければと思います。やっぱりここまで軽量にする上で苦労された部分とか何かあれば。そうですね。ありがとうございます。いろんな観点あるんですけど、商品企画の観点ではどこを削ってどこを残すかっていうのはすごく考えましたね。例えば
最初にネタばらしをすると、これバッテリーはないんですよ。バッテリーはPC から供給になっているので、もちろんその分軽くなっている。こちらバッテリー外した理由がですね、今 VR やられてる多くの方、特にヘビーに使われる方って、徹夜で VR したりですとか、2時間3時間されることが多いと思うんですけど、その場合、本体の給電だと、まだどうしても例えば2時間しかバッテリーが持たないみたいなことも多いのかなと考えておりまして、私自身、結局、電源につなぎながら、給電しながらっていうところが、ありまして、だったら、もうバッテリー持ち、例えば企業さんにもこちら提供したいと考えているんですけど、企業さんもこのデバイスは充電していて、これはしていなくて、だから今晩これを充電しなきゃいけなくてみたいなオペレーション考えたときに、いっそバッテリーは外出しにして優先給電していいのではないかと考えて、バッテリーをまず削りました。逆にですね、6ドフのトラッキングカメラ残してるんですけど、当然ここを取ってしまえばさらに軽くなります。今はそのトラッキングカメラを外部にお任せするものももちろんありますので、可能なんですけども、今回手軽さを売りにしておりますので、インサイドアウト方式でもう本体とコントローラーだけでトラッキングまでできるっていうラインは超えちゃまずいんじゃないかなっていうところでそこは超えないっていったどこをどう削って軽くするかっていうところはまず商品企画として悩みました。あとは技術的なところですと、一つの部品を 1g もっとそれ以上にそれ以下に削っていくっていうところにこだわっておりまして、例えばレンズも今回シャープの特別の薄型なのに明るさは通常の約 1.8 倍の明るいレンズっていったところを採用させていただいておりまして、そういったレンズを少し薄くする、液晶も少し小さく薄くする、もちろん外観も薄く小さくするけど信頼性みたいなところはしっかりと保証させていただくっていったところの部品一つ一つを削るっていうところ、苦労したといいますか、こだわりさせていただきました。レンズも液晶もシャープさん独自の開発されたものを使用しているっていう形です。もうレンズ、いわゆる光学モジュール一式としてシャープ製とさせていただいております。そこもやっぱり独自にすることでもう軽量化に最適化されたりとか、見え方が良くなったりっていう部分はやっぱりあるんですか？そうですね。その独自の液晶、独自のレンズをうちで一本化といいますか、やることによって連携しながら、じゃあ最適な見え方は液晶部門どうですか、レンズ部門どうですかっていう、その軸が通った開発にはなっているかなと思っています。このターゲットに使っていただきたいとか、どういう目的で使ってもらいたいみたいなとこってありますか？2つあってですね、まずはコンシューマーさん、もうヘビーに VR を遊んでらっしゃるコンシューマーさんにぜひ検討していただきたいなと思っております。1日4時間とか5時間とか VR される方、どうしてももう慣れてきた、私ももう慣れてきた部分あるんですけど、やっぱりでも開発しながらこれをつけてると、軽いっていいなってそうですよね。初めて使う人からすると被るっていうのとかけるっていうのがイメージがやっぱり違ったりしますよね。そうですね。そういったところで、軽くてつけやすいっていうので、ヘビーに今 VR 長時間遊ばれていらっしゃる方、あとは企業さんですね、展示会とかで利用される中で、私もこのデバイスで展示会を実際にやってみて、もう自分のことながら痛感したんですけど、めっちゃ早いんですよ。もう次の方どうぞって言って、こうして、ありがとうございましたっていうので、準備片付けが簡単っていうところで、そういった用途も考えられるのかなと思っています。今日もやっぱりコンパクトなセッティングでやってますもんね。そうですね。確かに指導調整ができるっていうところで、この中のレンズを回すことで指導の調整ができるようになっておりまして、0から-9の強度近視の方まで、対応できております。この機構をどうしてもつけたくてですね、例えばメガネの上からかけるですとか、特注のレンズをはめるですとか、いろいろあるかなと思うんですけども、私自身夜中の2時まで-8D のコンタクトをつけたまま VR やるっていう、どう考えても目に良くないことをやっていたっていうのもあってですね、メガネの方もメガネ外して合わせてもらう、コンタクトの人もコンタクトをつけてる時も外れてる時も回すだけでピントが合うっていった機構を載せております。これは個人の方は1回合わせていただいたら、コンタクトを付け外し以外では回す必要ないですし、展示会とか
そういった時も回すだけでいろんな方に見てもらえるっていうところでかなり有利に働くかなと思っています。メガネなしで使う前提っていう、そうですね。メガネの上からかけるのは今回ちょっとコンパクトさに振ったっていうところもあって、対応してないんですけども、強度近視の方まで回すことで対応しております。わかりました。はい。やっぱ価格を抑えるために何か苦労された部分とかっていうのは、メーカーの価格コストダウンはなかなか苦労することが多いんですけども、もう部品一つ一つ選定の段階からこだわらせていただいておりまして、もちろん最高もうフラッグシップのデバイスを全て積んだらいいものにはなるんですけども、価格のハードルがどうしても生じてしまうというところで、今回例えばシャープ製の液晶のモジュールを使用しております。世の中にマイクロオーレットみたいなものもあると思うんですけど、今回シャープ製の液晶で今回採用したものだったら映像も綺麗に没入できますし、十分以上だろうと価格とのバランスを見て液晶モジュールにしているデバイス選定のところから、でもちろん何ですか、一つ一つの部品に対して本当にその価格が正しいのかとか、そういったところもきちんと時間かけてやらせていただいております。コンパクトさとある程度ターゲットの価格に抑えるためにかなりそうなんですよ一つ一つこれをどうするかっていうのを決めていって、ここで収まってるっていうはいそういうイメージです。そうですね。どうしても後発デバイスっていうところである程度価格のラインも引かれている部分もあるかなと思いますので、そこに合う上でどのスペックにしてどのデバイスにするかっていうところは、検討させていただきました。わかりました。続いて視野角についてです。視野角は90度でやらせていただいております。この数値をどう思うかというところなんですけど、弊社としてその軽量さ、コンパクトさと没入できる視野角のバランスを考えて、もちろん視野角だけに焦点を絞ったらベストではないとはご指摘の通りかなと思うんですけども、十分没入できる VR になっているかなと考えております。実はあとこのレンズですね、シャープ特注のものでして、縁まで歪みが少ないっていうのも実は特徴の一つでして、どうしてもレンズって縁に行けば行くほど歪みが発生してしまうんですけど、そこができるだけないように。でも確かに縁の色秀差とか歪みはなかったですね。ありがとうございます。それに気づいてくださるさすがミスターさんだなみたいなところであるんですけど、つけた時になかったので、なんか気づかなかったですが、後から聞いたら確かになかったなっていう。もっとアピールすればよかったあったらやっぱり気づくんですけど、なかったので、本当に2個のトラッキングのカメラということで、トラッキング精度がどこまでいけるのかなっていう部分が懸念としてあると思うんですけど、その辺はどういう調整をされているんでしょうか。はい、おっしゃる通りの懸念かなと思います。もちろんカメラが2個しかないっていうところで、例えば真上より後ろの部分ですとか、真下とかそういったところはどうしても見えない部分、狭くなってしまう部分ありますが、一般的なゲームですとか、VR チャットみたいなプレイには影響がないことをパートナー会社ともそのゲームの検証もさせていただいておりまして、その検証で問題ないと判断させていただいております。ビートセーバーみたいな激しめのゲームでも問題なくプレイできる。そうですね、たびたび登場するこの後ろのバンド装着すればですね、ビートセーバーなどの激しいそのゲームもプレイできる。あとはその VR ヘビーユーザーさんのテスターさんにもご協力いただいてですね、このバンドがあれば激しい動き問題ないというふうに太鼓判を押していただいておりますので、問題ないかなと考えております。販売の仕方的にクラウドファンディングというのは結構珍しいかな。シャープさんのシャープとしては VR としてはありそうですけど、そこのなんか理由とかってはあるんですか。ですね、このデバイス、私たちとしてはもちろんその自信がある、ものとなっているんですけども、全国民に届くようなものではないじゃないですか。そもそも VR がそうっていうところあると思うんですけど、っていうところで、このデバイスが受け入れていただけるんだろうかっていうところを最初にちょっとテストマーケティング的に弊社としても確認させていただいてから市場がありそうだと。例えばヘビー VR ユーザーさんに刺さるいいデバイスだと言っていただくですとか、B2B のところで使い回しするシチュエーションとかでとてもいいと言っていただけた暁には、その幅広く販売していきたいと考えているというところで、どうなんだろうと。クラウドファンディングの後も普通に購入できる形は想定されてるんですか。そうですね、購入
できるようにしたいと考えております。もちろんクラウドファンディングの結果次第みたいなところはあるんですけども、法人の方もクラウドファンディングからもちろん購入いただくことは可能ですし、法人の方だと保証みたいなところ、多分大切だと思いますので、その場合はもう個別といいますか、でお話しさせていただければなと思ってます。もしこれを開発のメンバーの方で個人的に使うとしたら、どういうところに使いたいなみたいなところはありますか？開発のメンバーが趣味でですか、それとも仕事でですか？もうプライベートでみたいな。でもどちらでも仕事の部分、ね、私は VR チャッター、夜中まで VR チャットをやっている VR チャッターですので使いたいと思っているのと、あと映像視聴がやっぱり強くてですね、うちの開発、その年配の方もいらっしゃるんですけども、例えばプロジェクターでこう寝室に映像を映しているみたいな人も中にいてですね、そういったところもでもプロジェクターってこうどうしても設置ですとか準備大変なところをスマホにつないでこれだけでこの映画を2時間ボケーっと見ても首とかも疲れないみたいな使い方は社内でも人気の使い方といいますかですね。で結構でかく見えますよね。200インチとか結構視野全体にバッとなって、見え方結構いいなと思いますよね。パソコンのディスプレイ接続してディスプレイ代わりにしたりとか、スマホ接続して映画見たりとかっていうのができるっていう形です。動画見るのも VR で見るってなるとハードルが高くて、なんかだんだん見なくなるっていうのはやっぱり個人的にもあるんですけど、これでさっとかけれて見れるっていうのはかなりいいなとか思いますね。やっぱり VR チャット結構やられてるっていうのでVR チャットユーザーの気持ちを結構分かっているというかそれもやっぱり反映されてるっていうところは大きいですか？そうですね。私その商品企画やる上では例えばVR 睡眠って文化があるじゃないですか。最初誰も信じてくれなくてそうなんです一般的ですけどVR ユーザーからすると結構一般的ですけどそうなんですよ。そういったところからですね、バッテリーなしにして有線で充電するようにするところも結局紐でつながってるからありじゃないかみたいなところも商品企画させていただいているので、 VR チャッターさんもちろん VR チャッターさん全員に合うものではないんですけど、の一部にはかなりこれが魅力的になるんじゃないかなと考えてます。何か最後にメッセージとかあればお伝えいただきたいんですけどなかなか語る機会がなかったのでここでちょっと一つだけ、クロステラっていうブランドについて名前なんですよ。あれですね、クロスって交差するってクロスと、ステラってイタリア語とかラテン語で星っていう意味を持っていまして、VR すごい没入体験を約束したいというところで、シャープの技術使ってもう星空に没入できるような体験をお約束したいというところでステラというふうに名付けさせてもらったっていうところと、あとメタバースってもういろんな VR チャットとかが一番分かりやすいんですけど、いろんなもう世界と世界がメタバースなのでバースとバースがこう交差するみたいな風に言われてると思うんですけど、もうその星と星が交差するようなメタバース体験をお約束したいなというところでクロスステラつなげてクロステラとさせていただいてクロステラ VR1 名付けました。もうそこ気になっていたので聞けてよかったです。よかったです。なかなかつけたはいいもののこれ言う場所ないなと思っておそらく本邦初公開結構気になっていた方が多いと思うので、でグリーンファンディングさんで支援いただけると思いますので、気になった方はぜひ支援いただいて見てみてください。よろしくお願いいたします。それでは今回は貴重な機会いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。クロステラ VR1 は軽さを最優先にした気軽に使える VR デバイスです。バッテリーをなくし視野角は90度に設定することで 198g と視度調整機能を実現しました。長時間 VR を使う人、メガネやコンタクトを外して使いたい人、VR 睡眠をする人にはこの軽さは一度体験してほしいです。グリーンファンディングさんのサイトで支援できるので気になる方はチェックしてみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。198g のクロステラ VR1 どう思いましたでしょうか？ VR 睡眠で使いたい、
指導調整が気になる、軽さは正義など、ぜひコメントで教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。See you in the metaverse デジタルの夢の続き Mr. VR saying goodbye でもこれはさよならじゃない See you in the next stream 新しい冒険が待ってる Thank you for watching tonight また